このスタートアップ道場に参加してメンバーに初めて会った時に、このスタートアップの会社が何を目指している会社なのかっていうのをすごく時間をかけて説明してもらったことにすごく衝撃を受けました。なので自分が企業に帰ったら後輩に対して、特に新しく入ってきた新人に対して自分の会社が目指していることと自分の部署が目指していること、自分が個人的に目指していることなんかを語って、それであなたの今の仕事があるんだよっていうことを伝えられる人間になりたいなと思ってます。自分の部署に対しても一番まとめる立場の上の人にもそういうビジョンを私たちに語ってくれるようになってくれたら、部署全体の雰囲気も絶対変わると思うので、それをぜひ上の人に言いたいなと思ってます。このスタートアップ道場にいると毎日違う人に会えて、毎日その人の仕事の話が聞けてっていう環境が、毎日気持ちがリフレッシュされたので、企業に勤めているとその企業の人との話だけで仕事が済んじゃうことがすごく多いので、企業の中にとどまっていずに自分で外の世界の話を聞きに行く機会をもっと作らなきゃいけないなっていうふうに思いました。で、特にこのスタートアップ道場はもうそれの最たるもので、自分も新しい経験もできたし、普段だと出会えない人の話をすごくたくさん聞けたので、自分のパーパスっていうのは何回も思い出しました。これ多少リスクを冒してもこれができるようになったらいいよねっていうようなのを、このスタートアップではすごく自然にみんなが喋ってるのを聞いて、それはスタートアップだからとか大きな企業だからっていうくくりじゃなく、誰でもやっていけることですよね。ここに来て別のスタートアップの方とも話を聞ける機会もあったんですけど、自分が目指している未来の話をみんなが座って聞いてる中で一人で立って身振り手振りでバーッと喋ってくれたのが、話の内容もすごく良かったんですけど、それよりもその人の持ってる熱量にすごく圧倒されて、自分の理想を熱く語って何回も語って共鳴してくれる人が出てきてっていうのを、その人は地で言ってる。熱い気持ちを持ってるのだけだったらきっと何も変わらないから、それを恥ずかしくてもちゃんと発信しなきゃなっていうのをその人に会った時にすごい感じました。ここの道場に参加してみて、人に話したいことがすごく増えて、上司にも言いたいことが増えたし、後輩にも伝えたいことが増えたし、大企業でちょっと気持ちがよどんじゃっている人にも言いたいことがすごく増えたので、私はできれば若手にこのスタートアップ道場に参加してもらって、発信力が増える若手を会社に増やしていきたいなっていうふうに思ってます。日本の自分の周りには変わることをすごく嫌がる人が多くて、けどここで学んだのは、新しいこういう社会を作りたいっていうはっきりしたメッセージを聞いて、今までの自分の仕事のやり方を守っていくんだったらそのビジョンは達成できないなっていうのに、当たり前だけど気づかされて、年を取れば取るほど変えていくのってすごく難しくて、今まで通りの生活をしてると絶対に変わらなくなってきちゃうので、このスタートアップ道場に参加してみて、本当に嫌でも毎日自分が変わっていくっていうのを、毎日帰り道今日はこれができたけどこれができなかったっていうのがいつ以来だろうっていう新鮮な気持ちになって、そういう機会はどんどん自動的には与えられなくなってくるので、自分で変えよう、だからこの行動をしようって
していかなきゃいけないんだなって思いました。そういう意味でこのスタートアップ道場は1ヶ月絶対に自分が変わるので本当に良かったなって思います。それぐらい何か本当に頑張ってやらないと新しい自分って出会えなくなっちゃうんですよね、きっと。